こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、まずモデル名が素敵ですね。なんで？もしかして行ってみたいとこなわけ？そうなのよ。ハワイのカイルアビーチとか行ってみたいな。ということで今回はトリプウィーと HBB さんのコラボモデル、カイルアのレビューです。距離感がピンとこなかったんでこれで見てみたわ。へえ、結構距離ありそうね。ミミーなら瞬間移動で一瞬だけどね。ミミーちゃんをどこでもドア代わりにできないの？ドラえもんじゃないんだからさ。あら残念。美味しいものいっぱいご馳走してあげようと思ってたのに。愛ちゃんの作戦に動揺してるミミーちゃんはさておき、早速見ていこうか。はーい。早速だけどこれ、価格が発表になる前に届いてて、5000円ぐらいかな、なんて思いながらしばらく聞いてたんだけど、とりあえずいいのよ。ちょうどフル BA モデルとかも同時進行で視聴してたんで、カイルアを聞くと、落ち着くってね。ドンシャリっぽくは感じだけど、滑らかさが気に入っちゃった。実際価格は1万超えだったけどね。そうなんだよ。でも確かに5000円クラスの音ではないかって思った。見た目がちっちゃいんで惑わされたわ。サイズ、重さはこんな感じです。金属ボディなんで小さくてもそれなりに重さはあります。厚みは測り方の問題ですが、ステムの傾斜が結構あるので、実際は写真のような感じで。はみ出さないから、いわゆる見本もありな感じです。小さくても堅牢な印象はいいですね。柄張りは3色です。愛なら白を買いますね。小さなボディなのにドライバーは2機搭載してるのよね。そこもすごいわ。10mm と 6mm のダイナミックタイプで DLC は 10mm だけみたいだけど、両方にチタンコーティングしてるってことなんで、ジャックさん、出音が一味違うってことよね。そうだね。この情報は結構視聴した後に入ってきたんだけど、知らないで聞いてても、なんだこれ、なんかいいぞって思ってたんだよ。ジャックさん、今回はかなりのお気に入りのようね。そうだね、いいと思うよ。では、音質面に行きましょう。カイルアのシングル波形から見てみましょうか。2種類あるバンドルイヤピのブラックからです。結構低域がドーンとしてませんか？してる。中域はそんなに落ちてないように見えるけど、聞いた感じは少しドンシャリ気味かな。この低域のカーブ、波形だけ見ると、普段なら EQ で落としたくなるけど、聞いてみると、カイルアに関しては全然落としたいって思わない。この低域はカイルアのいい意味での特徴に思える。中域自体の減衰はまあ一般的な感じで、中高域はそれほど強くなく、低域との対比で見るとちょっと負けてる感じはする。その分、その上の大域を出して調整してるように見える。もう一つのバンドルイヤピを重ねると、高域の調整が弱くなっちゃう感じなのと、中域の出方に変化があるね。聞こえ方はどうだった？シンバル系が前に来るのはブラックだね。この大域の差がこれだけあると聞いてて分かりやすい。グレーの方はちょっともっさり気味に感じた。高域が少し落ちる分低域が目立つのと、中域から中高域にかけてがちょっと盛られ気味だからかな。でもこれはジャンルや曲で合う合わないがあるから、あくまで傾向で優劣ってことじゃない。次はこのチャンネルでよく使うイヤピを重ねてみました。高域の出方はこちらが参考になればいいですね。そうだね。カイルアは本体とステムの角度が結構あって、軸が長めのイヤピの方が自分には合いそうだったので、装着優先だとセドナイヤーフィットライトあたりが良かった。さて、聞いた印象はどんな感じ？そうだね。第一印象からすごく良かったんだけど、低域に特徴があるのは言ったよね。ドーンとくるけど嫌じゃないんでしょ？そう。少し量感優先になる分、低域全体の明瞭さが負ける部分はあるけどね。そして全体が滑らかに感じる。それから再生環境にもよるけど、臨場感も広がりもあって、この小さなボディからよくこんな音出るなーって感じ。ダイナミックドライバー2機のコンビネーションがいいんだと思うよ。じゃあずっと聞いていられそう？そうだね。今回はトリポインから発売になったケーブル4種をカイルアにつないで聞いてみたんですよね。そう。3000円台中心に3本と8000円台が1本。まずシレーヌ、読み方はセイレーンでもいいかも。広域に明るさを感じて聞きやすかった。少し低域に甘さもあったかな。愛はこのカラーがいいな。カイルアのパープルに合わせたい感じね。次はミラージュ。カラーと音質のイメージが合ってるようで、この中では一番落ち着きがある。音量がわずかに落ちると言っても聴覚上はほぼわからないレベル。次はソルスティス。同価格帯3本の中で一番パワフルで厚みを感じた。個人的に音質で選ぶならソルスティス。カラーは何にでも合いそうですね。ホワイトピンクに合わせたいな。最後は約8000円のセラフ。これは送ってもらう段階で 4.4mm を希望したんで、他のケーブルと同条件では聞き比べられなかったけど、ソルスティスをパワーアップさせた印象で、カイルアの低域を余すことなく表現してくれる感じ。スペックも他3本と違うところが多く、価格帯が違うのも頷ける。これは当然カイルアのブルーに合わせたいわね。さっきから愛は色しか見てないじゃん。そりゃあそうよ。見た目も大事なんだから。そうだよね。視覚的要素が心理的影響を伴って音質が良くなったと思えるなら、それはそれでありだからね。価格も含めたプラセボ効果ってやつ？そんなとこかな。ちなみに AWG アメリカンワイヤーゲージについては上に情報を載せといたけど、数字が大きいほど胴体の直径は細くなるんでお気をつけを。あと一応4種のケーブルで違いが出るかどうか測定してみたのがこれ。ケーブルを付け替えるんでその都度同音感へ差し直すから誤差もあると思うけど、なんとなく違いが出ているような気もする。
誤差の場合だと波形のズレが横にブレることが多いんだけど、これは縦方向でレベルの違いになってる。かなり拡大してるからわずかな違いに過ぎないけど、聞いた印象の違いの要素になっているかもしれないね。確信はないってことね。まあね。ただミラージュがちょっと落ち着いた感じに聞こえたのは辻褄が合ってる気はしたね。カイルアにつないで4本聞いた結果、私は音質で選ぶならソルスティス、余裕があるならセラフをおすすめしたいかな。というわけで今回はケーブル4種でカイルアを聞いていた関係で動画のアップに時間がかかってしまいましたが、最近聞いたモデルの中でカイルアの印象はかなり良かったです。ボディが小さいので無線化して外でも使ってみたくなりました。トリポウィンと HBB のコラボはオリーナの出来も良かったですが、今回のカイルアもいいですよ。ということでトリポウィンと HBB のコラボモデルカイルアのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。